皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、インターネット上の有名人、ひろゆきさんの間違った発言をもとにして、私たちもそこから学ぶべき教訓があることを解説していこうと思います。インターネット上では様々な影響力のある人たちをインフルエンサーと称して発言一つ一つがネットニュースの記事などになることも珍しくはありません。そうした有名人の発言というのは一部を切り取ってブログや YouTube などでも様々な切り肉動画として複数が拡散され多くの人の目に留まるものです。だからこそそれらの発言については注意しなければならないわけですが、本人があまり気をつけていない場合においては受け取る方も無防備に受け止めるのではなく、発言の内容そのものに問題はないかどうかちゃんとチェックする必要があります。というわけで今回ひろゆきさんのどんなおかしな発言があったかをご紹介します。防衛費増額は自民党のお友達企業とアメリカが押し付ける片遅れ兵器の買い取りにお金が流れるだけで日本の軍事技術開発にお金が回らず防衛力も上がらないと考えています。なのでオイラも反対派です。ただ防衛費増額反対という政治的主張のために子供たちを利用するのは良くないと考えるオイラです。まず最初にこの話、後半の部分、防衛費増額反対について子供たちを利用するのは良くないと考えている。この部分について取り上げておきましょう。毎日新聞の8月15日の記事、なぜ防衛費を上げるのですか？小学6年生が岸田首相へ送った手紙。この記事の中では、東京都世田谷区の小学生36人が岸田首相向けに手紙を書いて送ったという話が載せられています。子供たちが書いた手紙の内容なのですが、日本が防衛費増額をすることに関して意味がわからないといった話や、むしろ日本の行動が他の国を怒らせてしまうのではないか。戦争はやってはいけないことなのに、なんで日本はそのような戦争を煽るようなことをしてしまっているのですかといったような内容が書かれていました。こういった子供たちの手紙は、基本的には小学校の先生らがそのような方向性に持っていた可能性が高く、教師が政治的な主張のために子供たちを利用しているのではないかといったことが指摘されているわけです。この部分については私も同感で、子供たちに何を教えるか、そこに非常に問題があると思います。戦争はやってはいけないことでない方がいいという考え方は私も賛成していますが、同時に日本の教育においては偏った内容といったものが子供たちに刷り込まれてしまっています。例えば戦争は良くないという言い方には一つ条件付けがあって、侵略戦争は良くないという話をするのであれば、それは私は良いことだと思うのですが、防衛戦争、自分の身を守る戦争についても良くないことだ、やってはいけないことだと教えるのは私は明らかに行き過ぎた教育だと思います。つまり相手があなたを殺したいというのであれば、あなたは無抵抗で殺されなさい。もしもあなたの国が滅ぼされてしまうようであれば、滅ぼされてしまう方が戦争をするよりもよっぽどいいでしょうみたいな話というのは、明らかに現実を無視したむしろ有害な考え方だと私は思います。そしてこうした反戦教育の中で行われている子供たちの政治的利用というのも教育現場としてすべきではないと思っています。子供たちに手紙を書かせてその主張をもとにして反戦運動を盛り上げようとする考え方そのものも私には非常に大人のいやらしさというものを感じてしまいます。そういったわけでひろゆきさんのこの発言、後半部分については賛同するのですが、問題なのは前半部分です。防衛費増額は現在の岸田政権において行われていることで、これまでの政権では実現できていなかったことです。安全保障問題について非常に危機感を持っていた安倍首相の時代においても、防衛費の増額はほとんど叶いませんでした。21世紀に入ってからというもの、日本の防衛予算はずっと横ばいだったとすら言えるような状況で、その間中国の軍事費はひたすら上がり続け、それに伴って現在では日本の防衛予算4倍程度が中国の軍事予算という状況になっています。さて、そうした状況において、日本の防衛費増額が自民党のお友達企業とアメリカが押し付ける片遅れ兵器の買い取りにお金が流れるだけだというこの話、果たして妥当なのでしょうか？ここが今回全く間違っていると指摘できる部分です。まず第一に日本の防衛産業について基礎的な知識を入れておく必要があります。日本の防衛予算が全く増えませんでしたよということは先ほども述べましたが、それに伴って起こっているのが防衛関連企業の事業撤退です。兵器というのはだんだんと高度化し、
単価も高くなっています。ですから何かの兵器を購入しようと思った時に予算の額が毎年同じなのであれば、その煽りを食って他の兵器が買えなくなる。そして維持管理費も当然最新兵器の方が高いといったこともあって、自衛隊全体で自利品に陥ってしまうということはどうしても避けられないものです。しかも日本は長い間他国に兵器を売ることも自主規制という名でかなり厳しく縛ってきましたから、防衛産業の売り先が自衛隊だけで、その自衛隊もどんどんと購入数を減らしてくるという形で、全く儲からないという構造が日本の防衛産業の足かせとなってきました。そのために現在の日本の防衛産業としては、古くからある企業だけにどんどんと絞り込まれて政権との距離が近くなるといったことは当然のように起こっていることです。例えば三菱であるとか IHI といった企業を自民党のお友達企業だというのは、ある意味正しいのですが、じゃあそれらの老舗企業を完全に切り離した状態で日本の防衛産業が成り立つかといえば全く成り立たないのが現状です。例えばアメリカのように世界各国に兵器を販売していて、米軍の購入数が下がったとしても他の国に売ることで企業として事業が成り立つといったような状況が日本では全く存在しないのです。そして第2の問題点は、型落ち兵器を購入することに防衛費の増額分が当てられてしまって全く意味がないという指摘です。ここでも全く間違っていると言えます。例えば、日本の防衛費増額に伴ってこれから自衛隊の装備品を買おうという話になった時に代表的な例としては、巡航ミサイルトマホークの話題がよく上がります。なぜこの兵器が型落ちだと言われるかといえば、それは20世紀に開発された兵器だからです。開発が終わって実際に納入が始まったのはもう前世紀のことじゃないか。こんな古いものを今更買うのかみたいな話をする人たちがいます。ただし、このような批判をする人たちは現実を全く見ていないのが現実です。ここで覚えなければならないワードとしては、兵器はバージョンアップされる。そして、現代の兵器は受注生産品で、工場に在庫がたっぷりあってそこから出荷するといったわけではないということです。よく反米意識の強い人たちの中には、アメリカ憎しの気持ちが強すぎて現実が見えないことがあります。そのためにアメリカの兵器であれば何でもポンコツだと頭ごなしに言ってしまって実際どうなのかは全く考えていない人たちがいます。巡航ミサイルトマホークを購入する話になった時もそれと全く同じことで、昔から作られているものだからこれはもうとんでもなく旧世代の兵器で全く役に立たないという人たちがいます。しかし先ほども述べたようにバージョンアップという要素があり、巡航ミサイルトマホークは2021年版の最新版が製造されることとなります。しかも先ほども述べたように企業に対しては発注があり、契約がちゃんとまとまってから製造するものですから、在庫処分品が当てつけられるといったこともありません。日本が買う兵器はアメリカの兵器工場で眠っていた旧世代で古臭い全くのポンコツ品だといった話は全く現実とは違うわけです。同じような話として F-35 ステルス戦闘機についてもこんな古臭い兵器なんか全く役に立たないという人たちがいます。これもまた全くの妄想に基づいた間違いだと言えます。ステルス戦闘機である F-35 は基本的に非ステルス戦闘機に対して圧倒的に強いものであり、F-35 をポンコツと表現するのは全くの間違いだと言えるでしょう。そしてこの点について言えばひろゆき氏はF-22 を買えなかった日本は F-35 という片遅れの兵器を押し付けられたんだみたいなことを少し匂わせています。F-22 ステルス戦闘機が出た時に日本は買えなかったじゃないかといった話をしているわけです。ところがこれにも問題があって F-22 はそもそもアメリカ自身が他の国に売る気が全くなかった兵器です。実際どこの国にも未だに販売されていないですし、また生産費用が高い、維持費用も高いといったこの二重苦に伴ってアメリカ自身も製造をすでに終えており、拡張性のなさから米軍内においてももはや重荷になっています。そして日本が F-22 が買えないよとなった後に実際に買ったのは何かといえば F-35 戦闘機だったわけです。F-22 が買えなかったその型落ちとして F-35 ではありません。F-35 の方が後から設計、開発、生産された最新機であり、型落ちではないのです。型落ち兵器を押し付けられるといった話をするのであれば F-22 が買えなかった。だから日本が買えたのは F-16 の古いバージョンだみたいな話であれば話は通るのですが、実際には最新兵器が買えているのでこの指摘というのも全く当てはまりません。そしてここから学ぶべき私たちの
教訓としては、一体誰が発信している情報をもとにして考えをまとめるかです。例えば F35 がポンコツだと言っている人たちは基本的には軍事関係者ではなく、反米意識の高い反政府の思想に凝り固まった人たちが基本的には多いです。それらの人たちは基本的には軍事的な知識がありませんから、ステルス戦闘機と非ステルス戦闘機の世代間の格差については全く関係ないと思っていますし、兵器がバージョンアップされていくもので、古いものであっても最新バージョンであれば多くの国々が購入するといった概念も理解することができません。例えば前世紀に生産開始された F16 戦闘機、こちらの方も新規発注が入っています。なぜならばバージョンアップが進んでいるからです。この話を理解するためには、例えば兵器ではなく一般製品に置き換えてみると良いでしょう。例えば私たちが使っている携帯電話、スマートフォン、有名な製品として Apple 社の iPhone があります。iPhone の初代が発売されてから今は16年が経ちました。しかし私たちはその間 iPhone がバージョンアップが続けられてきたことを知っています。iPhone が10、11、12、13、14、そして15へと。ところがバージョンアップという概念そのものが全くないと、新しくスマートフォンを買ったんだよ、iPhone14 だよという話をすると、iPhone16 年も前に出たものを今更買ったのみたいなちぐはぐな会話になってしまうわけです。兵器がバージョンアップされるんですよという概念がない理由というのは結局のところ、反戦平和主義が行き着いた先として軍事的な知識について全く何一つ学ばず無知で良いというような誤った考え方があるからです。反戦について語るのであれば、戦争がどのようなものであるかについて基礎知識は抑えておくべきものだと私は思います。結局のところ、ひろゆきさんがあからさまに間違った発言をしたのも、そうしたどうやっても現実とそぐわない明らかに間違った情報をもとにして知識を入れ込んで、間違った知識からは間違った結論しか出ないというのを彼は体現しているのだと思います。インターネット上ではそうした一発で間違っていると指摘されるような意見を何度となく繰り返し発信する人がいて、残念ながらそれらの発言に毎回のように引っかかる人たちが大量に出てしまうのも現実です。日本人は孫で嘘をつく人たちに対する免疫が全くないという人も多いですから、今回の軍事関連の発言だけではなく、有名人の言っていることだからと安易に受け入れるのではなく、この発言本当に合ってるのかなといったことをちょこっと頭の片隅に入れつつ、人の話は聞くようにしましょう。もちろんそうした意味でも私の発言についても、いやいやそれはどうなのかなと、常にチェックする気持ちは忘れないでください。というわけで今回の動画は、ひろゆき氏の軍事関連の発言が全く見当違いで間違っている。その理由として考えられるのは、そもそも間違った情報源を元にして発言しているからだろうという結論でした。ですから皆さんも情報源についてはよくよくチェックを繰り返すようにしてください。学ぶ姿勢というのは大事なのですが、その学ぶための教材そのものが間違っていたのであれば、自分の考えをまとめた時にも結局のところ間違った結論しか出ないものなのです。さて、ここからは少し余談となります。前回の動画において私はウクライナ選挙について解説を行い、ウクライナ南部戦線においてウロジャイネという町をウクライナ軍が奪還するのも近いだろうと述べました。今日ウクライナの国防次官が正式にウロジャイネの町を奪還したと発表しました。というわけでウクライナの領土奪還が進んだという一コマなわけですが、これに関して納得のいかないという人たちもいます。例えばインターネット上では毎日のようにロシア軍を全滅させていると極端な意見を言っている人がいますよと話をしましたが、インターネット上では私が言わなかった話、全く真逆の展開として毎日のようにウクライナ軍を全滅させていると主張する人たちもいるのです。どちらの方も両極端であり、はっきり言って情報としてはまともなものではないのですが、人によってはそのどちらかを選択し、そのどちらかを完全に信じきっている人というのも存在します。ですから、ウロジャイネをウクライナ軍が奪還したというこのニュースに対しても、ロシア側の話としては、ウロジャイネにはウクライナ軍の兵士の死体が山ほど積み重なっているロシア軍の勝利であるというような話をしています。ちなみにこうしたウクライナ軍兵士の死体が山ほど積み重なっていますよであるとか、
ウクライナ軍の部隊が今日も全滅しちゃいました。ウクライナ軍のこの軍団はもう存在しません。ウクライナ軍はもはや姿形なく、そのために今ウクライナで戦っているのは NATO 軍ですよといったような、いわゆる妄想話というものを真剣にする人たちがいます。非常に気をつけなければならないことなのですが、少し前の話として、真顔で嘘をつく人たちに対して日本人の多くに免疫がないという話をしました。毎日のようにウクライナ軍を全滅させているんであれば、とっくにウクライナの国土はロシア軍が占領して、全土がロシア領として併合されてしまうだろうといったことは、考えればすぐわかるわけですが、残念ながらそれらの人たちはその主張のおかしさに自ら気づくことはできないようです。この話もまた、どこを情報源として取り入れるか、そこに注意しなければならないけれども、注意する気がそもそもない人たちにとっては簡単に騙されてしまうという良い例だと言えるでしょう。物事を0か100だけで極端に単純化した場合において、ほとんどの場合、現実から遠ざかってしまいます。めんどくさいと思わずに、現実においては0か100だけではなく、その中間にも様々なポイントが存在することを受け入れる必要があるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。